今日はですね、またたくさん質問をいただいてます。いくつかじゃあちょっとお願いします。パドック解説なのでよく馬が硬いという表現を聞きますが、具体的にどのような状態で、また主にどういう原因で硬いっていうふうに、そういうふうに捉えられるんでしょうか。病気じゃなければもうその馬持ってるもんだから、みんなが持ってるイメージで言ってるのはやっぱ踏み込みが深くないと硬く見える。そうですね。もうシンプルに言っちゃえばね。持って生まれたもんだから、いきなりそうなったわけじゃないから、アルカイセでバネがないやつを硬いって見ちゃうんだけど、そういう馬が大半です。逆に言うと。でもそれが悪いとは言わない。それは持ってるもんだから。急に、今日はちょっと硬い、さばきが悪いなっていうのは、何らかの原因であるんだけれど、左肩が悪かったら、ちょっと腰にも、つられて腰にも来ちゃうし、こればっかりは、なんとも言えないな。見ててこれ硬いねっていうふうには言えるけど、なぜだって言われると、なかなか言いようがない。そういうもんだから。多分みんな見ててちょっと硬いように見えるよね。それで、正解だと思います。パドック解説もそれです。ただ単なるそれだけで言ってるから、他に言うことないんだよ。本当に。歩き方としてやっぱり前足があんまりうまく出ないような馬を一番言いますね。ケツから友がいて、その下の秘訣があって、その下の肝があって、そこがまっすぐな馬はみんな硬い。でもそれがいいの。で、それで、まっすぐな馬は硬く見える。だけれど、そこでくるぶしがあって、球があって、そこでつなぎが、また短かったらさらに硬く見えるし、長くて、ちょっと寝てるようだったら柔らかく見える。でもそれがなんだっていう話で。だからそれはね、人と人と違うんだ。短い方がいいのか、長い方がいいのか、立ってる方がいいのか、寝てる方がいいのかって、これはもう、一概に言えないんだ。そういうステージに合う、だからこういう立ってる馬はこういうステージ、馬場がいいとかって全部違ってくるから、こればっかりは長くなるから、もうここで省くけど、見た目硬いっていうのはその通り見た目。何が悪いか、股関節が悪いとかなんとかってパドックなんかで見てわかるっていうのは、そうはいないだろうから、なかなか、そんな感じですわ。ちょっとこれは馬券を買う方にはちょっと興味深いところもあるんですけれど、馬券を買うレース、買わないレースっていう、これの判断ですよ。で、例えば、柳川さん的には、例えばこういうレースは絶対に馬券を買わない。こういうレースは馬券をちょっと買ってみようかなという、そういう、条件のですよね。競馬の条件として手を出す、出さないとか、そういうレースってありますかね？ないです。俺はレースで決めないで馬で決めるから、買いたい馬がいるかどうかで、最初に、今週はこれとこれとこれは買いたいなで。で、それを、見極めて、やめたっていうのはもうしょっちゅうあるから、買う予定でいて買わないっていうのは、また、全然買うレースでもなかったんだけど、見渡してて、ちょっとこれ買ってみたくなったなで買うケースもあるから、ただ馬券は、もう、例えばオープンとか高額条件の判定戦っていうのは、これはめちゃくちゃ難しいよ。もう、オープンとかなんとかっていうのはもう、ワンクッションで着順変わっちゃうレベルの力差だから、それが人間が JRA の職員が決めたハンデで、斤量の違いを走らされるんだから、普通には決まんないわ。というふうに思ってるから、なかなか馬券買う買わない勝手にしろ、なかなか勝負で気入れて買うっていうことは、たまにはあるよ。買いたい馬がね、いればね、この馬が買いたいんだ、つって。だから俺の場合はその条件では決めない。全然。障害なんかも、よく見てるじゃないですか。買いたい馬がいたら買うよ。で、障害は、別に嫌いなわけじゃないし。
ただなかなかな本当に勝負しようっていう風にはいかないけどね。で障害の場合はジョッキーのが力関係上だから、どうしてもその様子見って言った言い方はおかしいけど、無事に飛んでこようっていうケース、そういうのが前10頭だったら5頭6頭ぐらいいるだろうから、着順関係なく、今日は無事に飛んでくるだけでいい、今日は無事に飛んでくるだけでいいで、覚えてくれば覚えてくればで、そんな感じだからね。いきなりそこを全く知らないど素人が手突っ込んだら、たまにはそれはいいこともあるかもわからんけど、面白くねえよなっていうふうに、後ろから後ろで面白くねえよなで終わっちゃうケースも多々あるんじゃないかなと思うけど、そんなもんはいずれにしろバクチやれば負けんだからみんなというふうに思います。はい、これはですね、柳川熱狂的な柳川ファンという方からなんですけれど、毎週競馬柳川さんのチャンネルを見てますということなんですけど、パドックでよく見えた馬の中から、一番配当妙味がある馬の単勝を買うという、そういう馬券スタイルに落ち着きましたと。柳川さんはこのパドック評価とオッズを組み合わせた馬券の買い方についてどう思われますか？また自分的なその馬券スタイルを確立して何かアプローチの仕方はあるのでしょうかということなんですけど。俺も長年やってるけど、どうやって買っていいか分かんないけど、パドック見て気に入って一番いいなと思って単勝買うっていうのは大賛成だね。それだけでいいんじゃないの。あとはなんか知んないけどスケベ心出したりなんか知んないけど一等軸で買うとかなんとか、それでいいんじゃない？新聞見たところで人がわーわー言ったところで答えは出てねえから自分で探さなきゃいけないんだ。だからそれは結果的にはたまたま当たったんだ。当たるときはたまたま当たったんで、なんていうんだろう、運が良かったと思っていうように買ってればそんなには損しないと思う。俺は本当にさっき言ったように決めてないレースでもだからやっぱ見てて、今日これ勝てるなと思って買うってことはこれは結構あるから、そういう逆にそういう時のが当たる。その時って大体やっぱり単勝からとか馬単とか一着を固定しちゃうんですかね。俺はだからそれが一番人気で200円とか300円だったらもともと買おうと思ってたんならそれでもいいかもわかんないけど、決めてなくてそれでも今日これ300円買てやと思った時でもじゃあでも300円だから買おうと思ってたら買うんだけど、思ってなくてこれ来るなと思った時は買わないケースが多いけど、それが1000円つくんだったら結構買うかもわからんね。これちょっとと思う、このレースこれ多分いけるななんていうのがあるんでね。単勝とか一等軸とかっていう買うケースはあるよ。レースでは選ばない、馬で選ぶ。そうですね。じゃあその馬の見てそのステージがこのステージかとか、いろんなとこですもんね。こんなとこですかね、今週は。今週もご視聴いただきありがとうございました。柳川さんに聞いてみたいことや競馬の素朴な疑問がございましたらコメント欄にどんどんお寄せください。お待ちしております。そしてチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。